はい、皆さん、こんばんはです。ビネオです。はい、本日は、ディアブロ4オープンベータテストをある程度一通りやってみて、おすすめキャラベスト5、こちらやっていきたいんですけども、まずはじめに、オープンベータでの内容っていうところと、今後、パラゴンレベル等々やっていった時には若干変わってきたり、もしくは、レジェンダリーの出具合によって変わってきたりというところも若干加味しつつ、やっていきたいと思いますので、そちらの方はご了承いただけたらと思います。はい、それでは早速行ってみましょい。はい、ということで、見てわかる通り第5位。ドラゴンで、とりあえず結構大変かも。はい。で、ちょっとアビリティ見ますかね。今回この土系というかな、岩系の自然魔法系が割と強みになってはいるんですけども、せっかくなんでやっぱね、ちょっとこの動物系ね、狼、もしくは、このクマちゃん使いたいなってなった時に、防御はね、それなり高いんだけど、攻撃手段がちょっとやっぱ厳しい感じ。うん、ちょっとモサモサしてる。うん。で、この辺の切り裂きですね。切り裂きがもうちょっと強くなれば、いける、ぽいかなとも思いながら。なかなかね、ある程度条件が揃ってこないと難しい感じがするので、これちょっと序盤に使うのは難しいなっていう。はい。序盤やっぱスタートダッシュ決めたいっていうのがあるので、極力装備とか揃わなくてもサクサク進みたい部分があるので、ちょっとね、その点でドルイドさんは辞典になります。ただ、先ほど言ったこの、古文書で、こういった感じの切り裂きがパワーアップするような古文書もあるので、そういった部分を揃えていきつつ、エネルギーの方をね、3回かな。切り裂き3回しっかり入れるようになってくれば多少はね、いいかなと思うんですけど、殲滅スピードがやっぱどうしても遅い。うん。ということで、第5位です。はい、第4位は、ババちゃんということで、結構、あとね、強いんですけど、このキャラも、ある程度育っていかないとちょっと厳しいかなっていう。やっぱどっちかっていうと大器晩成型だと思います。で、あとね、大事なのが、別の動画でも言いましたけど、この専門知識。これによって、方向性をしっかり決めていかないといけないっていう部分もあるし、なんだけど、ここをしっかり育てていけば、それに特化した部分っていうのはかなり強くなってくると思うので、やっぱどうしても大器晩成型になってくるとは思います。はい。ただ一部噂によるとあまりに序盤弱すぎるんでちょっとアッパー調整入るんじゃないかといった、声も聞かれます。なので、そのあたりを待ちつつ、いわゆるこのね、出血系の、スキルはかなり強いということなので、このあたりを中心に組むと、いいかもしれないです。はい。後半戦ね、ぐるぐるでね、ぐるぐるで相手の防御力をね、下げるというか、しっかりデバフ入れたり、そういったこのことができれば、かなり強くなってくるかと思います。無限ぐるぐるね。無限ぐるぐるでいけばいいんじゃないでしょうかね。ただ序盤はやっぱちょっと厳しいね。ドルイドと一緒で。もさもさしちゃって。ということなんで、先ほど言った出血系はかなりいいということなんですけども、やっぱ序盤、このワールウィンドがなかなか使い勝手がね、良くないっていう部分も踏まえて、第4位です。はい、第3位ですが、はい、ローグね。ローグということで、はい、じゃあ早速、アビリティ、今回ね、この、切り裂きローグがめちゃめちゃ強えということで、ここかな。はい、連続切りね。注目浴びてますが、弓でももうかなり強いです。はい。で、肝となるのが、やっぱりこの巻き菱関係と、
あと、ここね、この、シャドウ注入。この辺じゃないかなと思います。はい。なので、まあ、全般的にはどうしてもね、ダガー系が強い感じにはなりますけども、全然弓も OK。で、ここのね、はい、ダッシュも使えるっていうのも非常に大きいですね、やっぱりね。序盤やっぱりとにかくね、早く進めて、ある程度基盤整えたいっていうのがあるので、まあ、この辺はすごく使いやすいんじゃないかなと思います。はい、強さも申し分ないんじゃないでしょうか。なのですが、やっぱね、スキルだけでもだいぶ整うんですけども、若干のやっぱね、装備関係も整えていかないといけないっていうところも踏まえつつ、まあ、今回は第3位ということでした。はい。あと、結構ね、立ち回りで、プレイスキルによって強さも結構変わってくるっていうのもあるかと思います。はい、第2位です。はい、ソーサリーでした。これはね、使いやすい。うん。はい。ということで、ソーサリーはね、装備関係そこまで整わなくても、うん、大丈夫。まあ、そんなことはないんだけど、まあ大丈夫。もうとにかくこのヒュドラ、もうヒュドラです。はい。ヒュドラとりあえず出しときゃ何とかなります。なので、これに対するレジェンダリーが揃ってくると、かなり激強になるんじゃないかっていうところ。はい。そして、あ、どこ行った？この吹雪もね、かなり強い。若干範囲は狭いんですが、かなり強めのスキルとなってます。で、何より、はい。で、あと、このテレポートね。はい。やっぱり、ソーサリーって言ったらテレポートじゃないということで、これも使えます。ということなので、もうとにかくヒュドラが強すぎるっていうことなので、あとこの、まあ単体はね、火属性、氷属性、まあ、それぞれ好みはあると思いますけども、単体攻撃もレベルしっかり上げれば、ボスとかかなりダメージ出すことできます。なので、ヒュドラで全体攻撃含めつつ、まあ、こういった単体攻撃もできるという点で、かなりおすすめになってます。ということで、第2位となりました。はい。というわけで、言わずと知れて第1位はネクロマンサーです。はい。これはもうちょっとみんなビビっちゃったんじゃないっていうぐらい強いよね。で、真ん中の死の書、これね、しっかり育てていけばレベル25でゴーレムも解放されます。そして、なんちゅったってやっぱね、死体爆破ですね、みんな。その通り、死体爆破やばいよねっていうね、このコープスエクスプロージョン。これがやばいです。まあ、若干なので、ボスに対してだけは、ちょっとね、っていうとこがあるかもしれないんですが、ボスに対しても、まあ、私の場合、このね、切断。これがまたえぐいぐらい強い。で、かつこのね、はい、腐敗、ね、吸収しちゃうぞからの切断、ブシュ、ね、そして爆破、ボンボンボン、ね。これ、通常の、狩りは、もうこれで決まりじゃないっていう感じじゃないでしょうか。なので、もうスタートダッシュ決めるんだったら、このキャラの殲滅力を考えると、全然違うと思います。はい。なので、正式サービスで弱体化されないことを願ってますが、まあ一応ネクロに関してはエコひいきしてるようなね、なんか発言もあったとかないとか、まあそういうことなので、まあこのまま行くのかなというところ。なので、かつ、先ほどもね、ありましたけど、レジェンダリーもっと揃ってくればもっとやばいことになるし、うん。で、これ、もうとにかくね、とにかく死体爆破です。はい。で、これ何があれってこのね、エネルギー使わないんよね。まあ、いわゆる MP のところね。うん。なので、もう爆破し放題。もう爆破のボタン連打しとけばなんとかなんじゃねっていうね。もうスケルトンがほぼなんかスケルトン、いるのみたいなね。なんかそんな感じでした。まあ、殲滅力が全然違う。スピードが違うので、クリアまでのね、スピードも全然違う。で、ライブ等来てた方もね、やっぱちょっと2位と1位の差がね、ものすごいあるから、今回。うん。なんですけど、現状でいくとなんかね、ネクロマンサーで
発売当日は溢れそうなんで、ちょっと違うキャラでやってみようかなと思ってます。はい、ということで本日は、ベータ版ね、一応全クリアしたので、全ての種族におけるベスト5やってみました。まあ、現時点での順位というところと、まあ、発売になったらちょっとね、アッパー調整、ナーフ調整、もしかしたらあるかもしれないというところはご理解いただけたらと思います。なので、まあ、今回ね、ラストとなるであろうベータテストなので、どれからしようかなとまだ迷ってる方とかいらっしゃったら、まあ、ネクロやってみてください。めちゃめちゃ快適です。はい、ということで、いつもご視聴ありがとうございます。また、よろしければ、Twitter のフォロー、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また、ライブでお会いしましょう。さよなら。